はい、皆さんこんにちは。寺子屋忍者の今沢です。今日はシクラメンについてお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はおうち園芸さんからシクラメンを送っていただきました。おうち園芸さんはシクラメンの栽培を40年以上続けている農園さんになります。今日送っていただいているのはこちらの3つの鉢になります。それぞれどんなものかと言いますと、全部新種になりまして、以前シクラメンと言いますと白とか赤とか単色のものでシンプルなものが多かったと思うんですけれども、最近はこのように可愛らしい華やかなピンクとかいろんな色が混ざったようなシクラメンが増えてきています。でこちらの白系の、お花なんですが、こちらは天使の羽という品種になります。普通花びらがシクラメンちょっと赤いシクラメンとかちょっと今日用意してないんですけれども、形がこれに近いですかね。ちょっと上の部分がひらひらとなってるんですけれども、こういった形ではなくもう少しシンプルな普通の花びらになるんですけれども、こちらは天使の羽のような可愛らしい花びらをしているものになります。こちらが天使の羽の白系という品種になります。そしてこちら側が同じく天使の羽の、ピンク色の鉢になります。はい、こちらのお花がプリンセスマリアージュというお花になります。特徴としてはそうですね、花びらが少しひらひらっとしたような可愛らしいプリンセスらしいお花になっているかなと思います。はい、それぞれ葉なんかの形とか色とかですねも違うので、後ほど近くでも撮影していきたいと思います。はい、はい、それではシクラメンの育て方について説明していきたいと思います。まずポイントなんですが、3つほど簡単に挙げていきたいと思います。冬場のシクラメンはお花になりますので寒さには強いんですが、室内で育てていただくことも多いかと思います。その際には暖房とかですね、直接空調が当たらないところに置くっていうのが1つ目になります。そして2つ目ですね、2つ目の方が日の光が当たるところがいいですね。直射日光はできるだけ避けてカーテン越しの日当たりの良い場所とか少し日が入ってくるような室内のところに置いていただくとよろしいかと思います。そして3点目なんですけれども、温度ですね。寒さには強いんですが室内で育てていただくことが多いかと思いますので、少し室内でも涼しめのところの方がいいですかね。5度から25度ぐらいの間って言われているんですけれども、あまり暑すぎない、15度から20度ぐらいが一番シクラメンにとっていいかなと思います。だいたい人がいてちょうどいい温度ぐらいですね。それぐらいの温度のところに置いていただくと長持ちするかなと思います。それとあとあまりいろんなところに置き場所を変えないということですね。置き場所をしょっちゅう変えるとちょっとお花の方も疲れてしまいますので、できるだけ同じような環境に置いてあげるというのが大切になってくるかなと思います。お花が環境に慣れるのに1週間ぐらいかかるというふうに言われてますので、できるだけ室内の同じ場所ですとか、置き場所を変えたとしたらまたその場所にしばらく置いておくとかっていうふうにした方がお花にとっては良い環境かなと思います。はい、あとですね結構シクラメンでお水をあげすぎたりあげなさすぎたりっていうのもちょっと問題になってきます。シクラメン元気な株ですね。こういった元気なものですと割と水分をよく吸いますので、しっかりとお水をあげた方がいいです。でその際に気流器とかであげてしまうと空調とかもかかってて結構乾燥しやすくてお花が乾燥してしまうので、しっかりと根元ですね、こういうところを少し分けて根元からお水をあげるようにしていただければと思います。はい、ではそういったところに気をつけて
シクラメンを長く楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。はい、ではこれからシクラメンを使って生け花の方を行っていきたいと思います。今日は先ほどシクラメンの説明をさせていただきましたので、こちらのプリンセスマリアージュという品種の方を使って生けていきたいと思います。こちらなんですけれども、プリンセスマリアージュになりますので、王妃の結婚という意味にフランス語でなります。すごく華やかな可愛らしいお花になっているかなと思います。それと、こちらですね、冬のお花になるんですが、アカメヤナギというこちらのちょっと変わった、お花というかつぼみというかを使っていきたいと思います。はい。でこちらですね、白いバラの方も一緒に生けていきたいと思います。はい。でこういったものなんですけれども、どういうふうに使うかと言いますと、このように少しずつ溜めて使っていってもいいですし、まっすぐに使っていただいてもいいかなと思います。できるだけこういう元の形を生かすように生けていただければと思います。少し長めなので、こちらの花瓶に合わせて少し切っていきたいと思います。で花瓶の中に入ってしまうところですね、こういったところはお花もそうなんですけれども、花や葉っぱがあった場合には取ってしまうようにしましょう。水が腐りやすくなりますので、こういうところは取っていただいた方がいいかなと思います。はい、で続いて白いバラですね。真ん中にシクラメンを少し置こうかなと思いますので、白いバラの方も少し短く切っていきます。で余分な葉も落としてしまいます。でこういったものですね、ストッパーとして使っていただいてもいいかなと思いますので、少し中の方ねストッパーとして使っていこうと思います。こちらも同じように少し短く切っていきます。こういった垂れてしまっている葉も落としてしまいます。プリンセスマリアージュの方を切っていきたいと思います。できるだけ長さを長く使いたいので、根元の方から切っていきます。